北海道3日目かぶじいさん。おっとっとっと、危ない。今にもあれが出そうな林道行くと、ほんと出るよって本気で言うか。こんなところでまさかの丸抜おじさん、小銭なくてソフト食えるか。37年ぶり同じ場所に立つ感動。かぶじいさん。動画の最後に次回の予告編があります。最後までお付き合いくださいね。はい、おはようございます。昭和の哀愁漂う部屋でね、目が覚めました。ぼーっとしてますね。時間は5時半過ぎですね。昨日雷雨の中走った疲れもあってね、ぐっすりゆっくり眠れてよかったです。今ね、部屋でお湯沸かして朝食、それからねコーヒーいただこうと思いますね。今日は3日目、阿寒湖まで来てます。で、天気は良さそうでね、本当は昨日行きたいな、泊まりたいなと思っていた場所があるんでね、そっちの方面へ行こうと思います。初日、新千歳空港から中類町まで、そして2日目、中類町から阿寒湖までの動画もね、概要欄にリンク貼りましたんで、そちらもぜひ一度ご覧ください。昨晩はテント泊じゃないんで、この出発の準備もね、あっという間ですね。撤収作業がないですからね。で、このビジネスホテルの前のセイコまで水分を仕入れまして、これから出発します。気温は14度し、気持ちいいですね。はい、ハンちゃんに火を入れて、エンジン回して、調子が問題がないことを確認して、出発しましょう。北海道ツーリング3日目のかぶじいさん。はい、宿を出発しまして、朝のひっそりとしたね、温泉街を抜けて、昨日まだ見れてない阿寒湖畔をですね、今目指して走ってるとこですね。はい、湖畔までね入っていける場所をちょっと見つけましたんで、ここから入ります。昨日のね大雨でね、ちょっと地面がねこういうぬかるんでたり滑りそう。圧巻のね阿寒湖の風景につい視線が移動してたら、ここでね、危ない、もう前輪滑ってね、あわや転倒でしたね。セーフでした。いや、今のねあわや転倒事件でね、もう多分半年ぐらいは寿命が縮んだかぶじいさんですね。はい、朝の静寂に包まれたってカーカー言ってますけど、阿寒湖神秘的ですね。前来た時はね霧に包まれちゃっててよく見えなかったんですけど、今回はなんとか見えることができました。今回のキャンプツーリングの荷物の積載について上じいさんちょっとね触れると、今回は UL か軽量か小型かで荷物を2個にまとめられてるんですよね。去年の北海道ツーリングはなんと荷物が5つに分散してたんです。これがね今年の UL か軽量か小型かの成果なんですよね。ただ後ろの荷物が大きくてリアキャリアに乗せた関係でちょっと重心が上がっちゃってるんですよね。なので走るときちょっと注意がいります。道具類の UL 化に取り組んだ背景っていうのは、この荷物の個数を減らすこと、そして準備撤収の時間を短縮すること、そこにありました。この件はまた別の動画で紹介していきたいと思ってます。UL 化で荷物が軽いカルじいさん。はい、朝の阿寒湖を後にね出発しました。また温泉街を通り抜けて阿寒横断道路の方へ行きますね。はい、こちら国道241号線阿寒横断道路になりますね。ここは阿寒湖エリアから弟子屈へ向かう道で、途中ワインディングロードもありましてね、とてもいい道なんですよ。今ね目の前を鹿がね横断しました。びっくりしましたね。鹿はね音に反応するってことで今ね本を鳴らして通過してます。裏道大好きかぶじいさんなもんで、ここで道道1093号阿寒公園鶴居線っていうね林道で弟子屈の方を迂回して回ろうと思ってます。ここはね知る人ぞ知るなんて言うんでしょうね、神秘的な林道で、ひょうたん沼っていうね可愛らしい名前なんですけど、これまたね幻想的な沼があることで有名、釣り人には結構有名なんですよね。
でもね、昨日の土砂降りでね、道が相当ぬかるんでました。このまま行っても大丈夫かなってちょっとね、不安になってきてるんですね。おはようございます。あ、熊が出そうですね。熊が出そうで。あ、出るよ、ここ。熊出そうだけど、熊には会ったことないけどね。あ、そうですか。ここ一応、こっちの方は、熊の水の運動になってきたら、気をつけてねとは言われてる。出るよ。出るよ。はい、ひょうたん沼のね、ほとりで釣りをするね、おじさんお二人に挨拶したら、熊出ませんかって聞いたら、あ、出るよ。この沼は熊のね、水飲み場だからね、ははははって、ちょっと大丈夫なんですかって、私ね、熊スプレーもね、手に入れられませんでしたって、もう怖くてね、一目散に戻ることにしました。いやー、怖いですね。っていうか、あの人たち大丈夫なんですかね。熊にね、襲われたらもうね、ひとたまりもないですからね、私はもうね、安全な国道の方へ戻ることにします。熊はごめんだ、かぶじいさん。はい、国道241号へね、戻ってきました。なんかね、これ気温が下がってきて霧が出てきましたね。この辺はね、霧が多発しやすい場所なんですよね。でちょっとね、寒くなってきました。正面ね、雄大なおわかん岳がもやにね、煙って見えてます。しばらくね、走ってるうちにね、一気にね、晴れましてね、この青空です。いいですね。はい、こちらね、倉庫台と呼ばれる展望エリアですね。ペンケとパンケと2つのね、沼が見れるとこなんですよね。でも今はね、木がボコボコで見えませんでしたね。ペンケ島はね、北海道の形をしてる可愛い沼なんですよね。でここで休憩しながらね、雄大な景色を眺めていましたら、2人のおじいさん現れて、その小さいバイクは何 cc なの？なんとこんなところでナンシーおじさん出現です。参ったな。ナンシーおじさんってどういう人っていう人のためにご説明しますと、小さいバイクを見下して、そのバイク何 cc と言い寄ってくる人種の人たちですね。俺は7班なんだ。7班はいいよ。バイクは大きいに限るよ。とマウントを取る習性の人たちのことの総称です。まあご存知の通り、私はね、小さな乗り物、小型軽量なもの、精密なものが大好きな人間なのでね、この手の人は本当苦手なんですよ。参ったなぁと思ったら、この南市おじさん、昔はね、7班で北海道を巡ってたけど、今はね、カブで回ってんだよ。カブは最高だよね。はははははって。で、このバイク実はカブなんですよ。ハンターカブって言うんですって説明したら、そうなのかい、かっこいいねってバシッと1枚ね、撮ってもらいました。しばらくナンシーおじさんとね、いろいろ話した後ですね、出発の挨拶していきます。はい、また241号線でね、ここから楽しい、くねくねのね、ワインディングロードにね、入っていきます。やっぱね、鹿が怖いんで、たまにこうやってね、ホーン鳴らしてます。北海道はどちらかというと一直線の単調なね、道が多いですけど、釧路の単調ずるなだけにね、はい、昭和じいさんのね、ギャグね、すいませんね。こういうワインディングロードをね、右に左にね、折り返して走るの、やっぱ楽しいですね。廃売来ました。カブですね。野営しました。私のクロスカブとは違って、このハンターカブはフロントがディスクなものでね、やっぱり安心感がありますね。それと今回のような重積載になりますとね、上りでのトルクの余裕感じますね。なんかね、太陽がガーッと差してきてね、だんだん暖かくなってきました。とは言っても気温20度以下なんで、走ってると体感的には10度近く寒いんですよね。なもんでカッパを着て走ってます。はい、今ね、弟子屈川に入りましたね。弟子屈川は網走、知床、根室、釧路、大雪方面のね、幹線道路の交わる要衝なんですよね。
はい、2時間弱ね、走りましたんで、ここで道の駅、摩周温泉に立ち寄って休憩しますね。この道の駅には足湯があるんですよね。そしてすぐ横を流れる釧路川を渡ると三日月湖というのがあって、バードウォッチングや水車小屋などをね楽しめるんですよね。とってもいい道の駅です。足湯にね浸かりたいなと思ったんですけどね、若い女性陣が閉めてたんでね、ちょっと遠慮しときました。売店にねこの美味しそうなソフトクリームあったんですけど、ちょっとお腹冷えてね、お腹壊してもなんだし、ちょっと控えました。せっかくなので地元のイチゴを使ったっていうこのマシューブッセっていうのをいただきました。とっても美味しかったですね。ところでブッセって何？はい、この後手鹿町を出て裏街道を通って今日ね立ち寄りたいと思っているとある場所を目指します。気の弱いカブじいさん。カブじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがドンマイにチャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、道の駅を出発しましてね、しばらくこうやってのんびり裏道をね行くことにしました。途中またね林道をめいたところ入りましたけどね、昨日の雨でね結構ところどころこんな風にぬかるんでてね、こういうとこはほんと要注意なんですよ。気を抜くとねズバッと一発でね、カブじいさん納車数日後にこけてますからね。はい、北海道ならではの大きなトラクター追い越します。野営ももちろんしました。はい、北の大地の幹線道路は皆さんねもうほんとぶっ飛ばしてますからね、カブじいさんねおちおちのんびり走ってられないんですよね。この雄大な景色からこの巻き草ロールをね癒されながら走ってるところですね。そうそう、この巻き草ロール、黒色だったり白色だったり白黒窓原だったりいろいろありますよね。この色の違いの意味、皆さんコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、これね暴風防砂林を挟んでねまっすぐの道がずっと続く北海道らしい景色ですね。私観光名所でなくてもこういう道にもやっぱり癒されますね。道道885号線中標津町に入りましたね。いよいよ近づいてますよ。このアップダウンを繰り返す丘陵地帯を一直線に空に向かって走る道、思い出の場所がだんだんと近づいてきました。今ね Google ナビと Yahoo ナビで行き先がまっすぐと左で違うんでちょっと迷ってますが、左ですね。バイク上り口、はい、こちらに入ってきますね。ここはねちょっと大きいバイクだとね入るのをちょっと躊躇しちゃう場所で有名なんですけど、目的地までねこの砂利道、雨の日はぬかるんじゃうんですけどそこを通ってます。はい、昨日ね来たいと思ってた場所に来ました。ここです。思い出の場所、私にとっての北海道の原点ともいえる海洋台に着きました。37年前初めて来た時にはこの展望台はなかったんですよね。はい、360度パノラマ見てみましょう。はい、正面がねムサ岳ですね。はい、私のハンちゃんこの指の先のとこに止めてます。でこちらが知床の羅臼方面、そしてね国後島も見えてますね。はい、こちらがね野付半島、そしてノシャップ岬に根室方面ですね。見えてますよ。はい、こちら左手から釧路、それから摩周岳の方向ですね。そしてこっち見きますと標津岳、斜里岳、そして網走の方向ですね。すごい景色です。
はい、ここでね、名物のものね、食べようと思ってるんですけど、お札ダメってことでね、小銭じゃない。これまさか食べられないのかな。諦めようかと思ったら、なんとかギリギリ足りましたね。セーフでした。危ない。はい、地元で採れたこの蜂蜜をね、ソフトにたっぷりかけて、はい、これです。海洋大名物、幸せの蜂蜜ソフト。もうね、このうまさが際立ってます。最高なんですよ、これ。ソフトのてっぺんのシューが可愛いでしょう。ほんとこれね、蜂蜜と、この地元で採れた乳牛のミルクで作ったソフト、最高に美味しいんですよね。そしてこの景色の中で食べる、もう何とも言えません。ここは私にとっての北海道の原点なんですね。出発点であり終着点。37年前初めてここを訪れて、転泊した時、そしてその夜、それまで見たことのない満天の星空を見てね、無限を思い知ったところです。で、無限の宇宙の中の小さな地球、その中のちっぽけな自分、何億年もの時の流れの中での自分のほんの短い一生、日常の喧騒がね、もうどうでもいいってつくづくそう思えた場所ですね。これ30年以上前の昔の展望台のある海洋台ですね。その時の私です。37年前の私ですね、若い。そして年老いた今の私ですね。同じ場所に今立ってます。これは今のね、展望台にあるメモリアルプレートと言われてます。これメモリアルプレートに書かれているちょっと抜粋ですね。海洋台はオートバイで北海道を走り回る若者たちに聖地と呼ばれている。遥かな地平線は地球の大きさと丸みを教えてくれる。夜一人で見上げる空は漆黒の闇となって迫ってくる。宇宙の中でのたった一人であることを分からせてくれる。大きな摂理に触れたように思う。はい、これメモリアルプレートからの抜粋でした。ここはとても不思議な場所で、真昼は地球の雄大さ、大きさ、豊かさを感じさせてくれます。ところが夜になると無限の宇宙、底なしの闇しか見えません。地球がいかに小さくて自分がいかに儚いかを感じさせてくれる場所なんですよね。37年ぶりに来たね、海洋台。まあ自分の中では今ね、心が震えてる、感動してる状態です。本当はね、ここで泊まっていきたいなぁと思いつつ、まだ今ね、午前10時ですからね、まだまだ時間ありますので、これから知床の方をですね、目指して走ろうと思いますね。はい。今ね、ナビアプリを確認してます。はい、海洋台を出発しましてね、行きに通ったこのジェットコースターロードを走ってきますね。青い空にね、なんか自分がね、放物線描いて射出されてるような気分になるんですよね。なんとも言えません。このまっすぐな道、実はね、ここではたと思い出しました。ここね、37年前私走ってるんですよね。思い出しました。はい、これ37年前の私走ってるとこですね。何も変わってない道です。そして今半ちゃんで来た同じ場所、ほんと感動しました。37年ぶりの同じ場所、景色は何も変わってません。こうしてここに立っていられることへの感謝、本当にありがたいなと思います。はい、ここから次回の予告編になります。日曜日でスタンドどこも空いてなくてピンチ。おまけにトイレまで空いてないし。たら本当のガス欠に遭遇。もう参った半ちゃんエンジンかからない。日が暮れちゃってキャンプ場につけるのか？北海道3日目はトラブル三昧。今回の動画いかがだったでしょうか？チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。毎週土曜日18時、ぜひぜひぜひ見に来てくださいね。Don't miss it!